高畑勲というのが何を書こうとしたのかと。昭和20年9月21日夜、神戸三宮駅構内でセータは息を引き取る。所持品はドロップの缶だけ。遺体を片付けていた駅員がその缶を放り投げると、中から小さな遺骨がこぼれ落ち、草むらに季節外れのホタルが舞い上がる。3ヶ月前の6月9日、神戸は大空襲に見舞われ、セータは心臓の弱い母を先に避難させ、幼い妹節子を連れて後を追う。遅れて避難所の学校に着いたセータだったが、そこには変わり果てた母の姿が。母はそのまま息を引き取り、セータは節子と共に西宮にある親戚の家へ移るが、おばは次第にセータたちに厳しい言葉を投げつけるようになる。毎日小言を言われ、ご飯も満足に食べさせてもらえない生活に耐えきれなくなったセータは家出を決意。節子と二人で池のほとりの横浜で暮らすことになるが、というストーリーというふうに、書いてあります。ですね、ストーリーはこの通りなんですけどもですね、この後、ここに日テレの公式ストーリーの後はですね、空襲がまだ続いて人の心もだんだんすさんでいって、セーター節子を食わせることもできなくなってしまうと。で、次第に節子は衰弱し、ついに、栄養失調で死んでしまうと。で、セーターは一人、節子の遺体を、一人でダビに付すって言うんですけど、火葬にして、自分も神戸の駅で生き絶えるっていうのが、この全体のお話です。で、実はですね、今言ったこの大まかなストーリーだと思ってる人が全体の半分ぐらいいるんですよね。僕金曜ロードショーでですね、ツイート、ハッシュタグでですね、ホタルの墓っていうのついてるのをずっと見てて、後でまとめも見たんですけども、ラストシーンを覚えてない人がびっくりするぐらい多いんですよ。ラストシーン神戸の街をですね、これなんですけども、セータと節子がですね、ベンチに座ってて、節子は寝てるんですけども、セータだけが、神戸の街を、繁栄している神戸のビル街を見下ろしてるシーンっていうのがあってですね、これホタルの墓の基本中の基本だと思うんですけども、割とこれをですね、覚えてないっていうかですね、どういう意味だか受け取ってない人が多いんですね。なんで、最後に、セータが死んだ後で、最後に死んだ節子が迎えに来て成仏するかと思ったらラストで今の神戸と、まだ成仏してないのか、それとも私たちを見つめてるみたいなメッセージだというふうに、残り半分の人は解釈してるんですよ。つまり、二人は今も例となって神戸の街を見下ろしてるんだよっていうぐらいのことを考えてる人が、いて、残りの人はそこまで考えてない。で、過半数の人がそもそもこのシーンを覚えてないっていうのがですね、ちょっと今回、ツイート見てて最大の、驚きだったんですけどね。かなりそういうふうな意味では、オカルトではないですけど、ちょっと怖い映画だと。で、このシーンで終わるところがやっぱこの映画のすごいところだと思った僕は、ツイート読んでるとそれを、割と見てない人が多かったのが、かなり驚きました。で、しかし、今回解説するのは、こういうレベルではなくて、もうちょっと細かくやっていきます。一番最初のですね、カットをですね、これも全部ではないんですけども、順繰りに説明していきますね。まず、真っ暗闇の中にカメラ目線で真正面を向いた幽霊のセータが現れます。昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。っていうふうに関西弁で言って現れて、そのセータが見ていると、もう死にかけている自分ですね。幽霊のセータが見ていると、その死にかけている自分が映って、その死にかけている自分は一応まだ息をしてるんですね。はあ、はあはあはあっていう細かい息をすると。でも、やがて崩れてしまうんですね。そうすると駅員がやってきてですね、死んだことを確認。こいつももう死んでしもったということで、遺品を探ってたらですね、ポケットの中からカンカンが出てきたと。何のカンカンかわかんないので、ポイッと捨てるとですね、捨てられたカンカンからですね、骨が出てきて、でそこに季節外れのホタルがボワーンと出てくると。で、これですね、そのホタルの中から一人の女の子、これも幽霊ですね、の節子、妹が現れて立ち上がって、で、節子はお兄ちゃんの死体を見ていると。そのお兄ちゃんの死体のところに駆け寄ろうとすると、後ろからですね、止められると。振り返るとそこには、優しい生きてた頃のお兄ちゃんがいてですね。で、二人で手をつないで、ホタルがいるこの草原を右から左へ歩いてフェードアウトすると、この
同じ位置に蛍の墓っていうタイトルが出てくると。というですね、こういうですね、大きい流れでできています。ですね。で、これよく見る、これちょっと簡単に説明したんですけども、よくよく見るとですね、隠されてる部分というかですね、この部分ですね、まだ生きている自分を死んでいる自分が見つめるシーンにですね、すごい秘密が隠されてるんですね。それは何かっていうと、実際はさらに細かくワンカットずつ検証していくとこうなります。まずこれですね、昭和20年9月21日夜僕は死んだって言ってから右下を見つめます。視線が右の下に流れると。そうするとですね、なんか柱が映って何か手前に映ってるんですね。わかりますか？もうちょっとよく、これぐらいの方がいいかな。柱があって、ここの手前に何か物が映ってて、この物がスッと消えたと思ったら次に死にかけてる自分がフェードインというかですね、入り込んで、で、このシーンに流れるんですね。で、これ何かですね、これ実はですね、この、3番目のシーンだけをですね、よく見えるように引き伸ばしたのがこれです。実はここにですね、柱の手前ですね、まだここに自分の死体が映る前、死にかけの自分が映る前に、こういうものが現れてると。なんか戦前の曲線じゃないですね。これ灰皿なんですよ。で、この灰皿っていうのは何かというと、デザイン、これ現在の灰皿なんですね。で、僕はこれ、見たときに、そうか、やっぱりと思ったんですけども、つまり、これセータはですね、死んだ、なんか死後の世界というかですね、現在もまだ生きてるんですね。1988年の映画なんですけども、1988年の現在も今、あの場所にいて、で、思い出すとそこが昔に戻ってっていうですね、未だにですね、1988年の世界でですね、まだここにいて、未だに思い出して苦しんでるってことなんですね。で、本当にそうなのかなと思って、念のためですね、ブルーレイのディスク見たらですね、ちゃんとですね、神戸まで行ったロケハン写真っていうのがあるんですね。で、ロケハン写真を見ると、この柱の横にですね、やっぱ同じデザインが灰皿があるんですよ。これ別の柱なんですけども、この柱の横に今の灰皿を移動させたわけですね。これちょっと柱の形が違うのでですね。というような形でですね、ロケハン写真を見てもわかる通り、ロケハンが行われたのは1987年なのでですね、現在の写真の灰皿を使うというようなことをやってるんですね。で、つまり、蛍の墓っていうのは決して過去の話ではなくて、現在から始まってると、ラストシーンで現在に戻るってみんな思ってるんですけど違うんですよ。そうじゃなくて、冒頭、一番最初からですね、現在なんですね。で、現在から始まって、セータの霊はあの場に未だに留まっていて、自分の人生最後の3ヶ月間を何億回もリプレイして苦しんでるっていうお話だと。じゃあ、なんでそんな羽目になったのかと。現在の三宮に囚われている、皆さん書いてる通り自爆霊みたいなもんなんですね。自爆霊ってのはその場所に留まるけど、あれ電車に乗って移動するんですけども。じゃあ、彼の囚われている過去ですね。なぜ彼は死後、映画公開時点で43年間もそこに囚われているのか、これに囚われているのかという理由説明がこの映画なんですね。なぜ彼は未だに、死んでから43年も経つのに、自分が一番辛かった時のことを未だに見返さなきゃいけないのかっていう理由を説明してくれるという構造になっていると。この全体構造が分かっていると、映画の見方ってだいぶ違うんですよ。これってかわいそうな話だとかそうではなくて、なぜ彼がこんなに43年間も自分の苦しいことをずっと見続けなきゃいけないのか、呪われているのかっていう、そのミステリーになってるんですね。で、高畑勲としてはですね、もちろんこれ、ちゃんと見せてるでしょと。ちゃんと冒頭に灰皿映してるじゃんと。いや、確かにそうなんですよ。僕も、なんかね、嫌な予感したから見た時にやっぱりと思ったんですけども、最後にも現在映してるから、最初にもやってるじゃねえかなと思ったらやっぱりやってたんですけどもですね、もうこれわかるはずだというふうに高畑勲は思っちゃうんですけども、
こんなの気がつくはずがなくてですね、金曜ロードショーのツイートでもですね、それ言ってる人ゼロだったんですね。わかるはずがないんですよ。で、もう一つですね、こういうホタルの墓ってぼんやりしてると、こういうですね、重要なカットを僕ら見逃しちゃうんですね。なんでかっていうと、事前にこんな話だっていう余談で見ちゃうからなんですね。きっとこうかわいそうな話だから、こいつが素直じゃないから、こいつが意地悪だからっていう余談で見てるから、結構いろいろ見飛ばしちゃうんですけども、かなり大事なシーンを、見てみましょう。節子がですね、もうかなり後半、最後に近いところです。栄養失調で死にかけてまして、で、セータがですね、最後の貯金を下ろしてですね、米や卵を買ってきます。で、節子のためにですね、卵と鶏肉の雑炊を作るシーンがあります。で、しかし節子はですね、雑炊を作っている間に死んでしまうと。悲しいシーンですね。で、その雑炊です。はい。これが雑炊です。で、雑炊が土鍋に入っていてお茶碗があると。で、お箸がここに置かれていて、まな板というかですね、お盆代わりに板ですね。で、ここにスプーンの代わり、さじの代わりのですね、手作りっぽいですね、なんか貝で作ったのが置いてあります。で、このスプーンは、生徒たちがですね、おばさんの家で食べるときも使ってたから、一応持ち込みのものですね。で、これがですね、節子が結局、これができるのを待たずに節子が死んでしまうってかわいそうなお話なんですけども、しかし、節子が死んで翌朝ですね、セータが仮装している間、セータが節子を、もらってきた炭でですね、燃やしている間ですね、セータの住んでいた洞窟をカメラはかなりですね、はっきりと残酷に映すんですね。で、それがこのシーンです。こうですね。で、二人の寝床があって、で、このドアの向こうでなんか光が漏れてると。で、手前のところにですね、ここに、雑炊のさっきの土鍋が映ってるんですけども、わかりやすいようにですね、ちょっと強調してみました。ここにですね、さっきのお箸とスプーンが突っ込んであるんですね。つまり、食べてるんですね、セーターは。こういうですね、なんだろうな、高畑監督は、ポイントポイントで、セータがどういう人間であって、今どういうふうな気持ちなのかっていうのを分かるようにしてるんですね。これ、ぼんやり見てると、その前に、この、食べずに残ってある卵雑炊っていうのがあるから、普通の人は絶対にこれ食べてないと思うんですよね。でも、セータはしっかり節子がお葬式の間に食べちゃったというのが分かります。で、わざわざね、この書かなくてもいい空になった食器をなんで高畑はこのアニメーターに指示して書かせるのか。この辺がもうこの人の意地悪なところなんですけども、節子が食べられなかったスイカですね。一口しか食べられなかったスイカも、この節子を仮装させるときに出てくるんですけども、これもやっぱ食べてるんですよね。で、これ僕これ人にいたときにですね、いや、そんなことはない。それはアリが食べたんだっていうふうにですね、言う人がいたんですけども、いや、違うと思って調べたらですね、ちゃんとセータが節子に分けてあげるときに、自分が持ってるナイフで一切れだけ切って、あとは二つにパカンと割って、ここに置いとくなって言って置いてるから、こういう形にはなるはずがないんですね。ありがたかったからといって。なので、セータがですね、実は節子が死んだ後は、案外、意識がはっきりしてですね、食欲が湧いて、ご飯が食べてるのを、ちゃんと書いてるんですよ。で、ちょっとね、その辺でもね、人情だなと思ったのが、この、左端の一切れだけ実がついてます。で、これ何かっていうと、セータがナイフで切り分けた一切れなんですけど、この山のてっぺんの一番甘いとこだけを節子にあげたんですね。そうすると節子が口の中にそれを何とか入れて美味しいって一言言うんですけど、それはもうセータも食べられなかったんです。節子にあげたものだから。ここら辺の人情も書いて、でもセータの生きるための欲っていうのかな。食欲みたいなものをはっきり書いちゃうっていうのが、高畑勲のリアリズムだと思います。で、この辺はね、この割と見逃されがちなんですけれども、セータはですね、なんでこういうふうに、セータしっかりしてるのかっていうと、割と節子がけなげなことを言うと泣くんですよね。例えば、うちおばちゃんに聞いてん、お母さんもう死にはってお墓の中にいてるねんてっていうふうに言われると、もうセータはワン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 号泣するんですけども、ところがですね、いざ死んじゃうとですね、死んでからの節子は、節子が死んでからのセータはもう全然泣かないんですね。例えば一晩死体と添い寝してあげる時もですね、目が無表情なまま、
なんです。こういうふうに無表情のまま、こう、寝てると。これ仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンなんですけど、遺体を仮装するシーンでもですね、セータの顔はわざとこう無表情に描いてるんですね。で、照り返し、炎の照り返しの目の中の赤い光だけがチラチラしてるっていうですね、完全にその悲しみを描こうとするんではなくて、無表情を描いてると。で、この無表情を描いてるのは一応それなりに理由があってですね、演技者が無表情でも観客はその表情に勝手に悲しみとかを見てしまうっていうですね、これこのような映像効果をですね、クレショフ効果と呼びます。これはロシアのですね、ソ連になる前かなのですね、映像作家が見つけた方法なんです、効果なんですけども、これですね、クレショフ効果で、よく出てくる画像がこれです。無表情な男と死体、子供の死体を交互に見せると、この男は悲しんでいるように見える。無表情な男と湯気が立っているスープを交互に見せると、この男は食欲に動かされているように見えると。次に無表情な男と誘惑する女の写真を交互に見せると、この男は欲望を抱いているように見えるっていうですね。一般的にモンタージュ理論とも言われるんですけども、モンタージュっていうのは映像を編集するという意味なので、映像を編集してこのような心理効果を出すことをクレショフ効果っていうふうに呼びます。で、宮崎駿はですね、このクレショフ効果が、今のうちに言っておきますけど、大嫌いなんですね。宮崎駿はこういうのが大嫌いで、そうじゃないと。宮崎駿が好きなのはですね、こういうやつなんですよ。これラピュタのドーラばあさんなんですけども、ドーラが独り言で言いますね。余ってるんじゃないよ。そういうことはね、自分の力でやるもんだっていうふうに、パズを叱った後、その方が娘が言うことを聞くかもしれないねっていうふうに、独り言を言うシーンなんですけどもですね、これ、演技つけてるわけですね。キャラクターに演技つけて、ドーラがどんなキャラクターかすごいわかりやすくしてるんですよ。でも、高畑勲は、こういうふうにキャラクターに自分が思ってることを言わせて、それで見てる人間にこんなふうに考えてるんだっていうふうに分からせることが嫌なので、クレショフ効果を使って、その無表情な状態のセータを見せることによって、悲しみを表現しようとしてるわけですね。で、何が言いたかったのかっていうとですね、セータが無表情な理由は、これ僕らが勝手にこのシーン見てワンワン泣いちゃったりするのは、この顔が悲しみを叩いてる。悲しみを抑えて一生懸命普通にしてるようなけなげな状態に見えるから、このシーンを見てすごい感動しちゃうんですけれども、そうじゃなくてですね、おそらくこの時のセータは人間性を失ってるんですね。人間性を失ってるから妹が死んでも腹が減るし、雑炊食べるしスイカも食べちゃうと。で、もう世話をしなくていいんだとほっとしてるから安心してお腹が減っちゃうと。この死んだからほっとしたっていうのは原作者の野坂昭之自身が高畑勲とですね、映画を作る前のですね、対談で話して、この部分も必ず、俺そんな綺麗な人間じゃないんです。妹が死んだ時正直ほっとしたんですっていうふうなことを一生懸命訴えて映画の中で使ってくださいって言って高畑さんに約束させたっていう部分なんですけども、だから妹を焼く時に炭を買いに行くんですけど、そのシーンもですね、淡々と買いに行けるわけですね。で、連合艦隊が沈んだと聞いた時には、殴りかかるぐらい興奮したそのセータがですね、妹をですね、炭屋のおじさんに裸にして豆殻と焼いたらよう燃えるわっていうふうに言われた時にですね、心が全く動かなくなってる。で、つまり人間でどんどんなくなっちゃうわけですね。人間性が壊れていく。ところが僕ら観客っていうのは人間性が壊れたセータっていうのを見て、その代わりに人間性を取り戻して感情が動いて泣いてしまうっていう。こういうすごいアクロバチックっていうのかな、構造でできてる映画なんですけど、そういう過程をですね、ちゃんと高畑勲はセータが人間性を失っていく過程も書くし、で、同時にですね、お粥食べたりですね、スイカ食べたりっていう証拠は出すんですけども、わざわざそこを足ざまにガツガツ食ってるところは出さないと。そこら辺はすごく上品な演出なんですね。なので、普通の見方をしてるとですね、本当にね、わからなくなっちゃう時があるんですよね。じゃあ、なんでセータが人間性を失っていく過程っていうのをちゃんと書いてるんだけど強調しないのかっていうことですね。パート2ですね。こんなトラウマアニメを作ったのかっていう話に入ろうと思います。さっき話した通りですね、僕らが泣くのはですね、実はこのクレショフ効果というのが大きいと。つまり映像の並べ方によって勝手にキャラクターが悲しんでるというふうに解釈しちゃって泣いちゃうという部分が大きいんですけども、悲しくなるのは当たり前なんですよ。しかし、
高畑勲って実は観客を泣かせようと思って映画作ったことって一回もないんですよね。母を訪ねて三千里っていうアニメがあるんですけども、これ見たらみんながこう感動して日本中が泣いたと言われる作品なんですけども、その企画書の中で、母を訪ねて三千里の企画書の中で、もう冒頭に高畑勲は、我々はお涙頂戴を作るつもりは全くないというふうに書いていて、でもそれを見てる家族っていうのは大体泣いちゃうんですよ。で、高畑さんってこういう時大体観客理解っていうのかなを間違えちゃうんですね。で、究極の負けず嫌いだから、絶対に自分の理論的な誤りをですね、認めないんですよ。漫画映画の志っていうですね、高畑さんにしたのですね、本があります。で、この中でですね、高畑さんは、日本ではアニメーションは観客の心を掴んでハラハラドキドキさせる方向に進化したと。そういうアニメは泣けるし感動できる。しかし私が作りたいのはそういうアニメではないっていうふうに書いてるんですよ。で、蛍の墓で私は観客を完全に作品世界に没入させるのではなく、少し引いたところから我を忘れずに考えることができる視点で作ったと。主人公を批判的にも見てもらいたいっていうふうに書いてるんですよ。つまり、蛍の墓っていうのは高畑さんにしてみれば、観客が生太の気持ちになって、感情的になって、で、どっぷり疲れるような映画ではなくて、それとは逆に、やや俯瞰の上から見下ろすような視点で見れるようにちゃんと作ってるっていうふうにこの本の中で書いてるんですけども、と同時にですね、その宮崎駿の、最近の宮崎駿に対する悪口も書いてあるんですよね。かつての宮崎は、そういう上から俯瞰で同時に考えさせる、批判する視点で作れた。カリオストロの城を見てくれと。観客はみんな笑ったと。なんでかっていうと、カリオストロの城の中には、おいおい、それなんだよとシーンがいくつもあると。例えば、銭形のとっつぁんがこの水の中をこう覗くシーンで、銭形のとっつぁんの顔がぐにゃぐにゃぐにゃっと歪むシーンとかですね、ルパンがちょっと無茶なジャンプするシーンとかで、観客みんな笑うと。それはなんでかっていうと、見てるのが所詮アニメであって漫画であるってことを一瞬思い出すからだと。こういうその俯瞰で見させるっていうことを、かつての宮崎駿はできたと。しかし、千と千尋の神隠しを見てくれと。あれの中にはいっぱい同じように変なシーンが出てきて、キャラクターが変な動きするんだけど、もう映画館で誰も笑わないと。宮崎駿は観客をハラハラドキドキさせて主観的にさせる、いわゆる作品の中に没入する方法を選んでしまったと。でも僕はそうではなくてっていうのをですね、ガーッと書いているんですけども、お分かりでしょうか？高畑勲ってそのつもりなんですよ。観客が理解できてないんですね。母を訪ねてを見ても、ちびっ子やお母さんが泣かないと思い込んでるんですね。で、泣いたという意見を聞いても、多分そういうのは少数派だろうと思っちゃうと。企画書を読んだらですね、マルコ少年は素直ではなく、可愛げがなくて大人に逆らってばっかりで、とても感情移入できる少年ではないって書いてるんですけども、高畑勲絵を舐めてるんですよ。あんな可愛く描いたら、可愛いに思うに決まってると。そこがね、自分で絵を描かない高畑勲は計算違いしちゃうんですね。絵の力で可愛く見えちゃうっていうことが全く想定外なんですよ。だから演出で全てが決まると思ってる。で、蛍の墓でもですね、そのセータがその人間性を失っていって、そのお粥とかスイカとかを妹が死んだ後ガツガツ食べて無表情にこう抱くシーンも、あれも悲しんでるように見えるんですけど、高畑勲のおそらく演出意図としては、死んじゃったので当惑してる、びっくりしてると、取り返しのつかないことしちゃったなと思って後悔してるっていう風にも受け取られるようにちゃんと書いてるんですけれども、ところが僕らは勝手にですね、演出効果でですね、すごい悲しみを抑えてるんだ。悲しすぎて泣けないんだ。悲しすぎてあんな表情になっちゃうんだっていう風に勝手に思い込んでワンワン泣いちゃうんですよね。蛍の墓に関しては泣くのに忙しくて、引いた視点で見てないんですよ。で、僕みたいなサイコパス野郎だけがですね、こいつ妹のスイカや雑炊きっちり食っとるわと思って見てるわけですね。で、なんでこんなに、この高畑勲のですね、演出意図というのは伝わらないのかと。だって、ぶっちゃけ、世界一と言ってもいいぐらいの演出家監督なんですよ。なのになんでこんな伝わらないのかっていうと、特に今回のですね、蛍の墓っていう作品がですね、文芸だからっていうのもあります。トトロを作ってる時にですね、高畑さんの蛍の墓の話を聞いて、宮崎駿がどんどんと自分のところにやってきた、鈴木敏夫のところにやってきたと。で、鈴木さん、蛍は文芸なんですって言って聞くと。まあそうですね、聞くと、答えると、俺も文芸をするというふうに
宮崎駿が言い出したと。どうするんですかと。猫のバスなんて出してられないですよ。そんなもん出したら文芸作品じゃないっていうふうに言い出したと。でもうびっくりしたんだから、猫バスだけじゃなくて、駒に乗って飛ぶ部分ももうやらないと。駒に乗って空を飛ぶなんていうの、なんてバカなことやってられないですよ。というふうに言い出したと。で鈴木敏夫は困り果てて高畑勲のところに相談に行って、宮崎さんがこんなこと言ってますって言うと、困りましたね。猫バスってやめるんですか？もったいないですね。っていうふうに言ったと。だから鈴木敏夫は、やったーと思ってこのもったいないですねっていう言葉を持ってパーッと言って宮崎駿のところで走っていて、宮崎さん、高畑さんがもったいないって言ってますよって宮崎駿が急にご機嫌になって、もったいないんですか？じゃあ猫バス出しますって言ったっていう、これ実話なんですけども、すごいですよね。結局、ドーラと同じなんですよ。このドーラのシーンもですね、二度とここへは帰れなくなるよっていうふうにドーラが言うと、パズーが分かってる。ドーラが覚悟の上だねって言うと、パズーがうんって強く答えると、ドーラがですね、40秒で支度しなっていうふうに言うんですよ。つまり、実はドーラはすごい良い人だっていうのが分かるように書いてる。これはエンタメであって文芸ではないんですね。ちゃんとドーラがいい人だというふうに分かるようにセリフが組んである。これ、エンターテインメントなんですよ。で、なんでかってエンターテインメントというのは伝えるのが大事だから。で、どんなキャラかっていうのが大事なんですね。しかし文芸の世界にはキャラという概念はないんですよ。何を考えているのかわからない登場人物を読者一人一人がこの人は何を考えてるんだろうかと考えて回答を出すのが文芸なんですね。だからそれが文芸なんですよ。だから高畑勲は蛍の墓を文芸アニメとして作ってるからですね、一人一人が考えて違う答えを出すように作ってるわけですね。なのでですね、言っちゃえば僕は高畑勲観客に甘えすぎ説というのを唱えてるんですけども、これ高畑勲の遺作となったですね、かぐや姫の物語で、実はかぐや姫の物語の姫の犯した罪と罰っていうのもですね、今回の蛍の墓に負けず劣らずのなかなかえぐい話なんですけど、それはそのうちかぐや姫の物語をやる時に語ることにしましょう。パート3です。蛍の墓の意味とはですね。蛍の墓とはどういうふうな意味なのか。で、そもそもですね、この蛍っていうのは、二人で暮らし出した時、洞窟でセータと節子が二人で暮らし出した時に、夜上空をですね、飛行機がですね、ブーンと飛んでいく時に、飛行機の、明かりが本当にかすかに点滅していると。で、それを見てですね、セータがですね、特攻機や、これから、相手にですね、自殺攻撃をかける飛行機だって言うと、節子がですね、蛍みたいやねっていうふうに言うんですね。で、このように最初からこの作品においての蛍っていうのは、死ぬ直前に最後の光を放つ存在として書かれていると。で、セータはですね、節子のためにですね、何十匹というですね、100匹近いんでしょうね、蛍を捕まえてきて、蚊帳の中に放ちます。ですね、このシーンです。で、この蛍を離した後ですね、構図がロングになるシーンがあるんですけど、これがもうすごい意地悪で、横穴の中に二人で、いて、蛍が飛んでるんですけど、ここの柱の梁がですね、ちょうど斜めになってですね、家になってるんですね。いわゆる葬式の時に写す写真になってるんですけども、こういうですね、必ずこの蛍の光を出す時とか、光を出してる時は死を暗示させるような、映像効果というかな、見せ方してるんですよね。で、この蛍の飛ぶですね、蚊帳の中でセータは観艦式、お父さんが、出たですね、連合艦隊ですね、日本海軍の連合艦隊が、その船を見せつける観艦式っていうのが、それを思い出すと。で、夜で光に包まれた、連合艦隊のマヤっていうのは、実はこのお話のもう1年近く前に、沈んでるんですよ。つまり、この作品の中で光るものっていうのは大体全て死んでるんですね。特攻機とかですね、蛍とかですね、連合艦隊とか全てそういう死にゆくものだから光って美しいというような描かれ方をしていると。これですね、やっぱすごいのは翌朝書いちゃうところなんですよ。翌朝、ごめん、これ上下逆さまだった。翌朝ですね、セータが何してんねんって言うと、節子がお墓作ってんねん。お母ちゃんもお墓に入ってんねやろ。うちおばちゃんに聞いてん。お母ちゃんも死にはってお墓の中にいるねんてっていうふうに言うと、節子に言われてセータはですね、もう号泣してしまうと。このシーンですね、かわいそうさに泣ける人も多いんだけども、なんでそのかわいそうなシーンでですね、こういう映像を映すのか。ですね。この大量の蛍の死骸をなんで見せるのかというと、この蛍にとっては、実はこの二人もですね、
無慈悲で不条理なものの存在なんですよ。もちろんホタルっていうのは光を放ち始めたら数日間で死ぬ運命なんですけども、だからといって自分の慰めのために蚊帳の中で閉じ込められて自由を奪われていいという理由にはならないんですね。ホタルかわいそうやから逃がしてあげようっていう発想は別に節子にもないわけなんですよ。で、この蚊帳の中で、ホタルが飛んでるシーンは冒頭ともリンクしてます。この冒頭ですね、幽霊となったセータと節子がですね、窓のフレームの向こうに東京大空襲を見ているというシーンですね。これがですね、東京大空襲ですね。これがホタルです。火が垂れ落ちてくるからホタルっていうふうに書く。火が垂れると書いてホタルと書くんですけども、これもですね、この二人が見てる見え方っていうのは、辛いね、悲しいねではなくて、これもホタルなんですよね。だから、命が燃えてて綺麗だねっていう視点で見てるですね。ホタルを蚊帳に放ち、そのお墓を作る。美しくも、残酷な遊びをしてるんですけども、そういう人間から見た戦争、人間から見たこういう戦争のホタルの風景も、ホタルから見た自分たちを不条理に扱うこの兄弟も等しく残酷で美しいっていうふうに書いてるんですね。だから高畑勲は何回もこのアニメを戦争反対がテーマではない、そんなことではないというふうにずーっと言い続けていると。じゃあテーマは何なのかですね。テーマは何なのかパート4で、テーマね、探ろうと思うんですけども、高畑勲ですね、泣かせる映画が嫌なのと同じく、戦争反対の映画も作るつもりはないと。これ三鷹市のですね、平和集会の講演でも言ってるんですよ。私のホタルの墓を見て感動した、戦闘反対っていう人もいるけども、そんなことはないと。そんな効果は全くない。なんでかっていうと、どんなに辛いのを見せてもですね、こんな辛い思いは絶対に嫌だとなったら、だから戦争はしないぞにはならないと。私は日本人っていうのもとことんよく知ってると。日本人っていうのは、っていうかあらゆる民族は、こんな辛い思いをしないためにも軍事力が必要だとか、こんな辛い思いをしないためにも、すぐそこにある脅威に対して、普通の国になろうよって言い出す国だと。それが日本であれ、それが日本人であるっていうふうに高畑勲ははっきりと何度も言ってると。公式見解ではですね、高畑勲はですね、高畑勲監督が本作品で書こうとしたのは、困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ではありません。決して切り開くことができない戦争という状況の中で死ななければならない心優しい現代の若者の姿です。現代ではデジタル機器が発達し、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界にこもることも可能になった。そのような時代であればこそ、セータの心情がわかりやすいのではないか。兄弟だけで小さな家族を作ろうとしているセータに、社会的なつながりを煩わしく感じる現代の若者との類似的なつながりを見出しているということ。しかし戦時中ではその社会的なつながりを排して、兄弟だけで生きることは叶わなかった。そこに悲劇があるとも言えるのです。というふうに、高畑さんは言ってるわけですね。で、これね、どういうことかっていうと、実は冒頭のシーンですね。セータがですね、そのままのたれ死ぬシーンでですね、ちゃんとのたれ死にかけているセータにおにぎりをあげてる人がいるんですよ。つまり、こんな時代でも、これセータの主観どっぷりで使ってみたら、もうみんな鬼のような人たちで誰一人助けてくれないというふうに思うんですけども、ちゃんと頭を下げてお願いすれば、こんなご飯がない時代に何の見返りもなくおにぎりをあげる人がいるんだよっていうのを一番最初に見せてるんですね。だから、こいつがこうなったのは戦争のせいでもなければ、時代のせいでもないんだよっていうふうに、はっきりと高畑勲は冒頭に言い訳ができないようにドンと見せた上で始めてるわけですね。で、戦争が悪いとか貧しさが人の心をすさませたという話ではないと。あとそのテーマに関して僕気になるのは、なんで母親の霊は出てこないのかっていうことなんですよ。あれほど節子は母親に会いたがってたから、最後幽霊となって兄と会うんだったら、そこに母親も霊になって出てきていいはずなんですよ。で、あんなにお兄ちゃん、セータが会いたがってたお父さんも出てきていいはずです。もう死んでるんだから。だから最後は親子4人また揃った。だって親子4人で桜の下で写真撮ってるシーンがあるんですよ。だったらば死んでこの彼らには死ぬことしかなかったんですねっていう話なんだったら、そこに別に母親出しても父親出してもいいはずなんですよ。なんで節子とセータの幽霊は2人だけなんでしょうか。これが僕はこの本作品のテーマの一つだと思うので、
じゃあ、僕の考えるですね、岡田斗司夫の妄想と言ってもいいんですけど、の答えの方に行きます。母親のいるですね、ような天国に行けないと。だからといって、地獄に落ちるようなことがないと。こういうのをですね、ダンテの新曲ではですね、煉獄というふうに言います。煉獄というのは囚われる獄っていうことなんですけども、煉獄というのは天国に行けなかった人、行けなかったんだけど、地獄にも落ちなかった人の行く中間的なところで、苦痛によって、苦しいことによってですね、罪を清められた後天国に行く場所というふうに、カトリックではされています。で、これ、宗派によるんですけども。で、セータは煉獄に閉じ込められたので、1988年の現在、映画公開当時の現在でも、未だに自分の過去の過ちと、あと死んでいく妹を見せつけられると。だから、この無限の苦悩高畑は、高畑さんそれ分かってるんですよ。高畑さん分かっててですね、気の毒にも彼は繰り返すしかないっていうふうに書いてるんですよね。かなり冷たい書き方なんですけども、セータは精一杯生きたんだけども、自分の、最後の苦しみっていうのをずっと見せられていて気の毒なんだけども、それはもう彼は繰り返すしかないんだっていうふうに書いています。で、最初からですね、煉獄に閉じ込められた少年っていうのを冒頭からこう書いているんですね。だから、冒頭、一番最初のですね、三宮の駅のですね、現在から始めたと。で、このアニメの中でですね、セータがまっすぐ観客を見つめるシーンが2箇所だけあるんですけども、これ一番最初の冒頭ですね。昭和20年9月21日夜、僕は死んだっていうところで、はっきりと観客を見ています。で、もう一つですね、もう一番ラストのラストですね。もう遅いからお休みって言うと、節子がうんって言って、もうこれ両方とも幽霊なんですけど、節子がセータの膝の上で寝ると。膝の上で寝ると、セータは一回観客の方をまっすぐ見てからですね、神戸の街へ目を移すんですね。何を訴えてるのか。なんで節子が起きた時に見ないのか。節子が起きてる時には、実はセータは僕らを見れない理由があるんですね。これが後半で語るですね、最大の謎解きです。実はこの理由が多分このアニメの中で一番怖いところだと思います。後半はですね、節子を殺したのは誰か。これは、時代のせいだ、セータのわがままのせいだとか、おばさんのせいだっていろいろ言えることがあるんですけども、じゃあなんでセータは死ななきゃいけなかったのかっていうのが、僕はこのアニメの一番怖いところだと思いますね。そっちを語ってみたいと思います。ここから先はですね、月額制の限定動画システム YouTube メンバーシップでですね、有料公開しています。ぜひ入会をですね、ご検討ください。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。